バージョン3、インビジブルレイド。皆さんどうも、RRR です。しばらくルビコへ遠征してましたが、ぼちぼち開発も再開していこうと思います。今作の開発もすでに3年半、さすがに風呂敷を畳んでいこうということで、その辺の方針も変えていきます。ラジエータ廃止。今作ではラジエータで各パーツの発熱をカバーするという制限がずっとあったんですが、今回、思い切って廃止としました。理由としてはパーツ調整がめちゃくちゃ複雑になることと、その割にゲーム的な面白さにつながってこなかったというのがあります。ということで、カテゴリごと削って開発を加速。各カテゴリを整理しておくと、コアパーツで基本的な性能が決まり、ブースターで移動速度、3種の武器で攻撃力やその方法が変化します。そしてオプションパーツで防御力や旋回速度、その他レーダー距離とかロック距離など、全体的な性能が底上げされます。で、ジェネレータは使えるスロット数を決めるもので、これは後半に入手できるものほど単純に強くしていこうと思っています。期待のレベルアップ的な要素になればいいかなって感じ。次。ライセンス購入。使用可能なパーツを増やす仕組みとして、今作ではライセンスの購入を行います。ストーリーを進めると購入できるライセンスが増えて、ライセンスを買うとガレージにパーツが追加されるという感じ。ガレージにパーツが追加されれば、レンタルしてすぐ使うことができて、パーツが気に入ればパーツ自体を購入することもできます。前回までだと溜まったお金の使い道がなかったので、これでお金を貯める楽しみが増えたらいいな。ついでに紹介しておくと、パーツの名称は型番ではなく日本語の名前に変更しました。悩みどころでしたが、名前だけ見て分かりやすくなるかな。次、企業ロゴ作成。ストーリーとかの構想もある程度固まってきて、企業ロゴを用意したのでいくつか紹介。あのテック工業。質実剛健、パワータイトなイメージの企業です。ブレインソリューションズ。第二の勢力、生化学、薬品系が得意。コレクトアーツ。技術重視のメカニック集団、第三勢力。そして GAU。統一政府、今は企業の管理機構を受賞中。といった面々で楽しくやっていけたらいいな。今回の動画は以上になります。動画の冒頭でも触れましたが、本作の開発期間はパート1から2年半、開発スタートからだと3年半近く経とうとしています。前作バージョン3の開発期間が3年半だったので、なかなか長期化してきているなと感じてきている今日この頃、スマホ向けに出そうかとか、仕様変更してみたりとか、いろいろ紆余曲折があったとはいえ、そろそろ完成に向けた動き、取捨選択をしていこうと思ってます。本当は武器パーツをもう少し増やしたいと思っていたんですが、実は練習威力で先に出ちゃったのもあったり、別に完成してからでも追加できるので、ここは後回し。今後はミッションとアリーナの量産フェーズに入り、どうしても必要なシステムだけ追加で開発していくことにします。あ、そうだ。スチーム班のアルファテストもまだ公開中です。今のところ致命的なバグの報告もなく、順調そうな感じ。ご意見ご感想もお待ちしてます。スチームのランキングとか実績の機能も試してみたいので、そのうち一旦非公開にして、アップデート後に再開って感じになる予定です。それでは、ご視聴ありがとうございました。